皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。ナビゲーターのジンです。今回の物語は、小泉八雲の怪談、ムジナです。階段とは、2階へ上がるステップの階段ではなく、怖い話のことです。日本には妖怪や化け物が登場する不気味な話、幽霊が登場する背筋が凍るような怖い話など、昔から語り継がれてきた怪談がたくさんあります。さて、このムジナはどんな怪談なのでしょうか。どうぞ最後までお楽しみください。ムジナ、小泉八雲。東京の赤坂へ向かう道に、紀ノ国坂という坂道がある。これは今の和歌山県の昔の名前、紀伊の国の坂という意味である。なぜそこが紀伊の国の坂と呼ばれているのか、それは私の知らないことだ。この坂の片側には、昔からの深くて非常に広い堀がある。それに沿って高い緑の土手が立ち、その上が庭園になっている。道の反対側には皇居の長くて広大な塀が続いている。街灯はなく、人力車の時代よりも前は、そのあたりは夜暗くなると非常に寂しかった。そのため夜遅くにそこを歩いて通る人は、日が沈んだ後に一人でこの紀ノ国坂を登るより、むしろ何キロも回り道をした。これはみんなそのあたりによく現れたムジナのせいである。ムジナを見たことがある最後の人は、約30年前に死んだ年老いた商人だった。その商人が昔語った話はこうである。商人がある晩遅く、紀ノ国坂を急いで登っていた。すると、たった一人、堀の縁にかがんで、ひどく泣いている女を見た。堀に身を投げるのではないかと心配して、商人は足を止めた。そして自分にできることで助けるか慰めるかしようとした。女は華奢で上品な人で、身なりもきれいだったし、
髪は家柄のいい家の若い娘のように結んでいた。お嬢さん。と、商人は女に近寄って声をかけた。お嬢さん、そんなに泣かないでください。何がお困りなのか、私に言ってください。その上で、お助けできることがあれば、喜んでお助けしますよ。実際、男は自分の言った通りのことをするつもりだった。なぜならば、この人は非常に親切な人だったから。しかし、女は泣き続けていた。その片方の長い袖で、商人に顔を隠したままで。お嬢さん。と、できるだけ優しく商人はもう一度言った。どうかどうか私の言葉を聞いてください。ここは夜若い女性がいるべき場所ではありません。お願いですから泣かないでください。どうしたら少しでもお助けできるのか、それを言ってください。女は立ち上がった。が、商人には背中を向けていた。そして、その袖の奥で泣き続けていた。商人は手を軽く女の肩の上に置いて説得した。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん、私の言葉をお聞きください。ほんのちょっとでいいから。お嬢さん、お嬢さん。すると、そのお嬢さんはこちらを向いた。そしてその袖を下に下ろし、手のひらで自分の顔を撫でた。それを見ると、目も鼻も口もない。キャーと声を上げて、商人は逃げ出した。一目散に紀ノ国坂を駆け上がった。自分の前はすべて真っ暗で何もなかった。振り返ってみる勇気もなくて、ただひたすらに走り続けた。ようやく、はるか遠くに、ホタルが光っているような明かりを見つけたので、その方向に向かっていった。それは、道端に店を開いていた、屋台の蕎麦屋の明かりだった。しかし、どんな明かりでも、どんな人間の仲間でも、あんな目にあった後には十分だった。商人は蕎麦売りの足元に体を倒れ込ませて声を上げた。ああ、ああ、
これ、これ。と、蕎麦屋は荒々しく叫んだ。これ、どうしたんだ？誰かにやられたのか？いや、誰にもやられたのではない。と、商人は息を切らしながら言った。ただ、ただ、脅かされたのか？と、蕎麦売りはそっけなく聞いた。泥棒にか？泥棒ではない、泥棒ではない。と、怯えた男は息を継ぎながら言った。私は見たのだ。女を見たのだ。堀の淵で、その女が私に見せたのだ。何を見せたって、そりゃあ言えない。へえ、その見せたものは、こんなものだったか？と、蕎麦屋は自分の顔を手のひらで撫でながら言った。それと同時に、蕎麦売りの顔は卵のようになった。そして明かりは消えてしまった。いかがでしたか？人気のない夜の道で、目も鼻も口もないのっぺらぼうに出会うなんて怖いですね。タイトルのムジナとは、アナグマやタヌキのことだと言われています。民話の中では別のものに化けて、人間を騙したり驚かしたりするものとして描かれる動物です。このムジナがのっぺらぼうに化けていたというお話ですね。皆さんも夜に暗いところを歩くときにはどうぞ気をつけてくださいね。それでは最後までお聞きくださりありがとうございました。また次の物語をお楽しみに。